今日は濃厚クリームのミルクマカロンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は濃厚クリームのミルクマカロンを作りたいと思います。今回のマカロンはなんと2種類のクリームを使っていきます。まず1つ目がよくマカロンの中に使われているバタークリーム、そしてミルクマカロンなのでちょっと練乳っぽいミルククリームを作っていきます。そしてですね、マカロン焼く時にこういうシート実は売ってるの知ってますか？これマカロン専用のシートでちょっとシリコン素材になってるやつのオーブンシートなんですけど、この間これ買ってねずっと忘れてたので今日はねこれを使ってマカロン作っていきたいと思います。これがあるとねちゃんとこうガイドがあるのでだいたい同じ大きさのマカロンを作ることができます。通販で買ったんですがこれあんまり売ってないのでこれに代用してクッキングシートで作る方法もご紹介していきたいと思います。ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、それでは材料を紹介します。卵白、アーモンドプードル、粉糖、グラニュー糖、こちらの材料で作っていきます。こちらのアーモンドプードルは表記がアーモンドパウダーと書いてあるものがあるんですがどちらでも大丈夫です。今回卵白は卵1個分の量になります。この卵白と他の材料の分量も全部同じです。なので最初に卵1個の卵白のグラムを測ってそれに合わせてこちらも計量していただくといいかなと思います。はい、ということで早速作っていきたいと思います。先ほどご紹介したマカロン専用のオーブンシートなんですけれどもあれはねなかなかこう売っていないのでクッキングシートでやるバージョンもご紹介していきます。何でもいいです。こういう丸い3センチぐらいの型を置いてこれで円を描きます。3センチぐらい間を置いてこうやって描いていきましょう。はい、こんな感じで丸く描きます。使い方としてはこのシャーペンで描いた方を下にしてちょっと白っぽいまな板とかの上に置くとこうやってね透けやすいです。黒い天板の上に置くとちょっとね同化しちゃうのでこういう白っぽいまな板とかのね上でやってください。あとはこの描いた円に沿って絞っていってください。この方法が一番手軽でやりやすいかなと思います。はい、それではですね作る前にこのぐらい丸口の絞り袋を用意してください。こちらね100円ショップのキャンドゥで購入しました。この口もセットで売ってます。でこれをこういう縦長の筒にこうやってはめ込んで準備しておきましょう。それでは早速作っていきます。まず下準備でアーモンドプードルと粉糖を一緒にふるっておきましょう。アーモンドプードル入れてそして粉糖ですね。はい、これを同時にふるっておきます。はい、このようにふるってさらっとした粉にしておきます。はい、それでは続いてメレンゲを作っていきます。まずボウルに卵白を入れます。そうしましたら何も入れない状態でまず高速で30秒泡立てます。はい、このぐらいちょっと粗い泡が立てば OK です。そこにグラニュー糖を今度は 2,3 回に分けて加えていきます。はい、それでは高速で30秒泡立てます。柔らかい角が立つぐらいまで泡立てます。そしたらもう一度加えます。でもう一回泡立てます。はい、そしてもう一度最後加えます。でまた高速で30秒泡立てましょう。はい、あとは低速で1分泡立てます。OK です。このようにピンと角が立ってかつツヤツヤっとしたメレンゲになれば OK です。でもちろんねボウルを逆さにしても落ちてこないぐらいしっかりと硬いメレンゲを作るようにしてください。はい、それではこちらふるっておいた粉を入れます。半分ずつ加えましょう。でそうしましたらまず最初にゴムベラでふわっとね混ぜましょう。この時は泡を潰さないように生地を混ぜ合わせてください。はい、でまだちょっと粉っぽい時に最後残りの粉も加えます。で粉っぽさがなくなるまで混ぜましょう。
はい、こんな感じですね。硬さ的にこのぐらいです。チュンと軽い柔らかい角が立つぐらいですね。そうしましたら今からマカロナージュをしていきます。マカロナージュっていうのは生地とメレンゲの泡を潰しながら混ぜ合わせて、で生地の硬さを調整する作業です。こういうカードがあれば面積が広いのでやりやすいです。でもしなければこのままねゴムベラでやっていただいて大丈夫です。それではこんな感じで側面にこうやって押し付けるようにマカロナージュしていきます。で目安としてはこう生地をすくって下に下げた時に生地がこうちょっと切れながらボタボタっと落ちる感じですね。途中でこう生地が切れながら下に落ちていく感じです。このぐらい柔らかくしてください。はい、こんな感じです。このぐらいです。はい、そしたらこの絞り袋の中に生地を入れます。はい、これで OK です。はい、そうしましたらこのオーブンシートの上に乗せていきます。冒頭でもご紹介しましたが、これがなくてもクッキングシートで作れます。今日はねせっかくなのでちょっとこれを使ってみようと思います。だいたいこのオーブンシートから 1,2 センチ離して垂直に構えて固定したまま生地を絞り出します。こうやって絞ってちょっとすると生地が少し横に広がるので、円より少しちっちゃい大きさで絞っていきます。そうしましたら天板の底からちょっとポンポンとはたいて生地を広げるように平らにします。先ほど絞り出した部分が馴染んでちょんとしたところがね目立たなくなります。ということであとはこちらの生地を乾燥させていきます。はい、乾燥し終わりました。乾燥し終わったポイントとしてはこう手で触っても指に生地がつかない程度ですね。はい、こんな感じでさーっと触っても手につきません。このぐらい乾燥させてください。そうしましたらこちらをオーブンで焼いていきます。この焼き方のポイントなんですが、まず160度に予熱したオーブンで3分焼いて、マカロンのピエって言ってちょっともぞもぞっとしている部分があると思うんですが、その部分を作っていきます。そしたら一度扉を開けて蒸気を出します。でそしたらまた扉を閉めて130度に温度を落として10分焼きます。はい、ということで早速焼いていきたいと思います。そしたら一旦扉を開けます。そうするとこうやってマカロンに足が立ちます。でまた閉めます。10分焼きます。はい、焼き上がりました。ちゃんとピエンもできて綺麗に焼き上がってます。それではこちら冷ましたいと思います。はい、それではマカロンの間に挟むミルククリームを作っていきます。今回はバタークリームとミルククリーム2つ作っていきます。それではまずミルククリームの材料はこちらです。牛乳、生クリーム、お砂糖、この3つで作っていきます。こちらのミルククリームの仕上がりは練乳みたくなります。なのでこのミルククリームは練乳で代用していただいても大丈夫です。はい、それでは作っていきます。お鍋に牛乳とあと生クリームですね。そしてお砂糖を加えます。これで火にかけていきます。焦げないようにこうやって混ぜながら加熱していきましょう。火加減はちょっと弱めの中火で加熱していきます。はい、こんな感じでね徐々に沸騰してきました。沸騰してきたら吹きこぼれないように少し火を弱めます。そしてこのままよく混ぜながら加熱していきましょう。はい、今ね5分ぐらい過ぎました。ちょっとだんだんとろみが出てきました。もう少しねとろみが出るまで加熱します。上にあったブクブクの泡がなくなりました。でこんな感じでとろみが出れば OK です。そしたら火を止めましょう。で火を止めてからもお鍋が熱いので1分ほどこうやって混ぜましょう。はい、こんな感じに仕上がりました。これでミルククリームの完成です。このぐらいトロトロっとすれば OK です。はい、それではバタークリームの材料をご紹介します。バター、グラニュー糖、卵白、お水です。こちらの材料で作っていきます。でグラニュー糖は最初卵白に入れる方とシロップを作る方の2つに分けておきましょう。はい、それでは常温に戻したバターを練っていきます。でちょっとクリーム状にしておきましょう。
はい、こんな感じでバターを練っておきましょう。ボウルに白身を入れて軽く30秒高速で泡立てます。はい、でそしたらグラニュー糖を加えます。またこのまま高速で30秒泡立てます。はい、で最後低速で30秒泡立てます。はい、このようにしっかりとピュンと角が立てば OK です。はい、それでは続いてシロップを作ります。鍋にグラニュー糖とあと水を加えます。すいません、白々でちょっと分かりづらいんですが、このまま火にかけます。これを沸騰させます。で沸騰させるとブクブクブクっと泡の音がします。その泡の音が小さくなるまで加熱していきます。それでは最初このまま沸騰させましょう。はい、沸騰してきました。今ブクブクブクっと大きい泡の音が立っています。この泡の音が落ち着いたら OK です。なのでもう少し加熱します。はい、今泡の音がちっちゃくなりました。そしたら OK です。このシロップを少しずつメレンゲに加えながら泡立てていきます。はい、じゃあやっていきますね。ほんの少しずつ加えます。まずこちら側を高速で泡立てます。で加えます。はい、このようにピンと角が立ってかつメレンゲにツヤが出れば OK です。それでは練っておいたバターにメレンゲを少しずつ加えて混ぜていきます。まず一すくい入れます。混ぜていきます。はい、また一すくい入れます。で泡立てます。でもう一すくい入れます。で最後泡立てます。はい、これでバタークリームの完成です。こんな感じに滑らかに仕上がってます。そうしましたらこちらを絞り袋の中に入れましょう。丸口の口金を使います。もしこの口金がない時はこの絞り袋の先っちょだけ切ってそれを使ってください。ではこの中に入れます。はい、バタークリームの準備はこれで OK です。はい、ミルククリームもこうやって絞り袋に入れておきましょう。これはね、マカロンを作った時と同じくらいの大きさの穴の絞り袋に入れました。はい、粗熱が取れました。じゃあちょっと剥がしてみましょう。この下のもぞもぞっとしたのがピーです。こんな感じで表面もつるっとなって綺麗に仕上がりました。で、そうしましたら半分裏返します。まずバタークリームだけ絞っちゃいましょう。はい、こんな感じで丸く絞ります。はい、こんな感じで絞ります。バタークリームがねこのくらい余るので、あとはパンにつけたりとかして召し上がってください。それではこの穴の真ん中にミルククリームを入れます。はい、こちらをサンドします。はい、これでミルクマカロンの完成です。このように作っていきます。はい、これでミルクマカロンの完成です。こんな感じに仕上がってます。しっかりピエもできて表面も滑らかな仕上がりになりました。このクリームの量はお好みで OK です。はい、ということで完成しました。つるっといい感じに仕上がりました。早速いただきたいと思います。いただきます。濃厚。たっぷりこうやってミルククリームとバタークリームを入れたのですごく濃厚で、ミルククリームも入ってるのでちょっとリッチな味わいに仕上がってます。マカロンも外側がサクッとしてて中がしっとりとした食感に仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のミルクマカロンのポイントです。まず下準備として粉類はきちんとふるっておくようにしましょう。そしてメレンゲを泡立てるときはグラニュー糖は少しずつ加えてしっかりと角が立つまで泡立てるようにしてください。目安としてはしっかりと角が立ってかつツヤが出るぐらいまで泡立ててください。そしてメレンゲに粉類を加えて混ぜるときなんですけれども、最初粉類を加えてから混ぜるときはふわっと泡を潰さないように混ぜるようにしてください。その後マカロナージュといってある程度泡を潰して生地の泡を均一にさせる作業をするんですけれども、ボウルを回しながら2周ぐらいしたら一度生地の硬さを確かめて、生地を持ち上げた時にこう逆三角形になってこうゆっくり生地が落ちるぐらいの硬さにしてください。ここであまりマカロナージュをしすぎてしまうと膨らみにくくなってしまいます。マカロンの表面をこうやって綺麗につるんとさせるポイントです。これはですね、しっ
かりと乾燥させることです。乾燥してる時期だと30分ぐらいなんですけれども、お部屋の湿度とかでも変わってくるので、冬場でも1時間以上かかる時があります。なのでその時は焦らずにしっかりと乾燥してから焼くようにしてください。で、この焼き方についてですね、まず最初に高温で焼いて、このもぞもぞっとした部分あるの分かりますかね。で、この部分を作ります。これは高温で焼くことによって生地が持ち上がって下にもぞもぞっとした生地ができます。オーブンの種類によって 1,2 分変わってくることがあります。もし160度で3分やってまだピエがちょっとできていないなっていう時は追加で1分ほど焼いてみてください。もし焦げそうになった時は素早く上にアルミホイルをかけて焼くようにしてください。焼き終わった後はすぐ開けてしまうと若干なんですけどしぼみやすくなります。なので焼き終わったら15分ほど扉を閉めたまま置いてください。そうするとしぼみにくくなります。あと今日はバタークリーム、ミルククリーム2つ使いました。ミルククリームは練乳で代用しても大丈夫です。サンドしたクリームなんですが、先ほどもお伝えしたようにお好みの量を入れるようにしてください。見た目的には分厚くすると美味しそうに見えるんですが、量的には半分か3分の1ぐらいの量でもいいかなと思います。一番のポイントはマカロナージュするところだと思うので、生地の硬さを動画でもう一度見ていただいて、それからねしっかり覚えてから作っていただくといいかなと思います。サクサクしっとり濃厚ですごく美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はミルクマカロンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。